こんにちは。パン作り熱に燃えるきらめきもちです。今回はズバリパン焼きの機構と題しまして、パン作りあるあるをきらめきもちの実態に基づきご紹介。早速、あるあるナンバー0、手ごねミクセン。この動画では右上に手ごね映像を設置しておくので、放映しつつ共感しつつ最後までお楽しみくださいね。皆さんのあるあるもぜひコメントいただけたら嬉しいです。では、あるあるナンバー1、キッチン。やけに粉っぽい。思わぬところがうっすら白んで、お掃除してもキリがありません。こまめに拭いているせいか、パン作りをする方がトータル綺麗という逆転現象も発生します。続いて、あるあるナンバー2、オーブン。へばりつき。特にオーブンの序盤は、スマホのライト機能で暗い庫内を照らして膨らみ具合をチェックしています。しかも焼き上がり前後には、色付きを確認するため、ガラス越しに覗くので、結果、つきっきりに近いです。気になって仕方ない時は、キッチンを真っ暗にしてオーブンの中だけがよく見えるように貼り付いています。パンを食べながらパンを焼くなんてことも、日常茶飯事なのでした。さあ、あるあるナンバー3、家族丸ごと、グルテンフルライフ。焼くのが先か、食べるのが先か、パン作りには消費が不可欠です。一人分の胃袋は限られているので、周囲の協力があってこそ、凄まじい勢いで強力粉が減る一方で、お米はなかなか減りません。続いて、あるあるナンバー4、手作りパンの愛おしさ。言うまでもないですが、自分で作ったパンって可愛いですよね。もはや失敗の文字が辞書から消えるレベルです。誰に見せるわけでなくとも、つい写真に撮りたくなりますし、私なんて動画に出演させてしまっているくらいですから。では、そろそろ折り返しが近づいてまいりました。あるあるナンバー5、材料も込めて3000里。国産小麦やら全粒粉やら、最寄りのスーパーに見当たらず、何遍もはしごした日が懐かしいです。旅先では、地物の小麦や材料に目をランランとさせる始末です。そして何より、富沢商店や成城石井、カルディなどの吸引力には到底かないません。ほぼ必ず立ち寄ってしまいます。もし、皆さんのおすすめ食材などありましたら、こっそり教えてくださいね。さあ、ここからは、ちょっとマニアック寄りになっていきます。あるあるナンバー6、とある呪文を知っている。サッカロミセス・セレビシエ。学名なのでカタカナ読みだと表記入れがありますが、パン作りをしていると見かけがちなこの呪文。日々、お世話になっているはずのパン工房さんのお名前でした。あるあるナンバー7、納豆回避。一つしかない自宅キッチンに納豆菌が浮遊するのが恐ろしくて、納豆を買わなくなりました。パン生地はともかく、じっくり育てている工房さんたちが全滅したらと思う時が傷ありません。納豆を食べるのは、旅先の朝食くらいにしておきたいなというのが、妥協点でございます。きらめきもちさん、気にしすぎですかね。続きまして、あるあるナンバー8、パン生地と入浴。お風呂の時間と生地の発酵がどうしても被ってしまって、湯船の蓋へパン生地を連れて行く羽目になることも。湿度といい温度といい、きっと、パン生地さんには心地よいかもしれませんが、こちらは気が休まらないので、くれぐれもパン作りは計画的に、というのが鉄則ですね。この動画も終わりに近づいてきました。あるあるナンバー9、パンで頭が忙しい。読んで字のごとく、パンのことで頭がパンパンなわけでございます。パンだけに、いつ作ろう、いつ食べよう、あんなパンや、こんなパン、と考えているだけで幸せいっぱい。パン作りに夢中すぎて、よそのパンを食べているいとまもありません。ついにラスト、あるあるナンバー10、こねない魅力。手ごねをしていると肩が凝ったり、手が痛くなったり、両手のベタつきも気になったり、やっぱり機械が楽かな、こねないレシピにしようかな、あれこれ悩みつつも、結局こねたらこねたで美味しいパンが焼き上がることを、私たちは知っているわけなのでした。以上が、きらめきもち的パン焼きあるある実践です。いかがでしたか？皆さんにも、当てはまるものがあると信じたい。なぜならこれは、気候と題しつつも、愛すべきパン焼きたちに共通し得る習性じゃないかと思うから。もちろん、ないないすぎる、とツッコミを入れていただいても構いません。何よりきらめきもちは、黙々とパン作りに励む。地球上のすべての人たちとこの面白さ奥深さを分かち合いたいと思って動画制作に取り組んでいるのであります。この動画をいいねと感じた
ぜひ高評価のボタンやコメントで教えてくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。きらめき餅は今後とも、パン作りの延長線上にある動画を公開していく予定です。皆さんのチャンネル登録もとても励みになります。次の動画も、ぜひ楽しみにしていてくれると嬉しいです。以上、きらめき餅でした。